こんにちは。今回は、教育機関向けの Chromebook を実際に入手したのでレビューをしていきます。教育機関向け。嫌な予感がするのぜ。まあ、お察しの通りかもしれないわ。参考までに、今回入手したパソコンは2020年モデルで AMD 製2コアの CPU を積んでいて、メモリは 4GB でストレージ 32GB よ。ストレージが 32GB、嘘だよな。それが、嘘じゃなくて本当に 32GB なのよ。これ、パソコンだよな。当時のローエンドスマホでも最低でも 64GB のストレージがあった気がするのぜ。信じられないよね。以前紹介したアスコンで 64GB が厳しいくらいなのに、ChromeOS が Windows と違ってあまりストレージ容量を必要としないのかもしれないわね。CPU が2コアというのも低スペ感が強いのぜ。今回は、そのあたりも含めて検証していきます。というわけで、機種やスペックの紹介をしていきます。まず、機種はレノボの 300E、セカンド、ジェンよ。CPU は AMD、A4、9120C の 1.6GHz、2コア。メモリは 4GB でストレージは eMMC の 32GB ね。なんとも微妙なスペックだな。ちなみに価格は、数年前に新品2万円で購入しました。これで2万円か。まともに動けば良いんだが、これで Windows だと動作が激重そうだが、ChromeOS は軽量なんだろうか。まあ、ChromeOS だとこれでも意外と動くのかもしれないわね。でも ChromeOS ってブラウザしか使えないのか？いや、Android アプリと Linux アプリを使うことができるわ。でも今回の端末は 32GB の容量なので、あんまり入れると厳しいかもしれないわね。学校向けだし、容量は 32GB でも十分なのかもしれないな。実際の学校では調べ物学習とかの用途で使うだろうし。あと、液晶は IPS でタッチパネル、解像度は 1366×768。本体を折りたたむと、タブレットモードにすることが可能。見る規格準拠の高い耐久性があり、お子様の雑な使用でも安心。バッテリーは、約 4000mAh。スペックはこんな感じね。なんか、タッチパネルというのは良いのだが、解像度が一昔前のパソコンに見えるな。そうだよね。10年くらい前のモバイルノートは 1366×768 の解像度だったことが多いよね。ただ、その時代に多かった視野角が悪い TN と違って、IPS でタッチパネルだというのは良い点だと思うな。ちなみに、今回の AMD の CPU のパスマークスコアは前回のアスコンのセレロン N4120 の半分未満よ。前回のセレロンは4コアでマルチスレッドのスコアが2468、シングルが1078で、今回の AMD はマルチスレッドが864、シングルが895よ。いやいや、前回のセレロンですら動作が重かったと思うが、それの半分未満とは。やっぱり2コアだとこんなもんなんだな。次に、本体各部の紹介をしていきます。本体正面には、Chrome ロゴとレノボロゴがあります。まあ、このあたりはシンプルかな。本体背面には、ゴム足やモデル情報の記載があります。本体左側面には、USB-C 端子、USB-A 端子、マイクロ SD カードスロット、イヤホンジャック。右側面には、セキュリティスロット、USB-C 端子、USB-A 端子、電源ボタン、音量ボタンがあります。ちなみに、USB 端子はどちらも 3.0 対応です。セキュリティスロットってなんだ？セキュリティスロットはワイヤーをつなげて、パソコンをロックするためのものらしいわ。あと、タイプ C 端子が2つあるのが、なんかスイッチ2みたいだな。確かに、スイッチ2に似ているような感じもするわね。でもその代わりに A 端子が1個しかないのが欠点ね。ちなみに、USB-C 端子からの充電はどちらからでもできました。この点は、ケーブルの位置によっては便利になるかもしれないな。キーボードはファンクションキーがなく、記号で操作をする形になっています。このあたりは独自なんだな。私個人的には、ファンクションの方が慣れてるから使いやすいと思ってしまうわ。これから、実際に電源を入れて、動作がどんな感じなのか検証していきます。動作がもっさりな予感がするのぜ。というわけで、実際にパソコンを使ってみます。本来、蓋を開けると自動で電源が入りますが、都合上ボタンから起動しています。自動で電源が入るとは、やっぱり ChromeOS は独特な感じがするな。起動はだいたい15秒程度でログイン画面になる感じでした。電源が入ると、まずは Google アカウントのパスワードを入力してログインします。Google アカウントでログインするのか、このあたりも Chrome という感じがするな。
ログインが完了すると、前回使用していたウィンドウを戻すこともできるようです。ああ、シャットダウン前に開いてたページがそのまま戻るやつか。確か普通の Windows 版 Chrome にも同じような機能があったよな。次に、ブラウザの動きなどを見ていきます。参考までに、何もアプリを立ち上げていない状態でのメモリなどの使用率はこんな感じです。Chrome OS にもタスクマネージャーのようなものがあったんだな。メモリはすでに半分くらいを消費してるっぽいから、ちょっと厳しいかもな。次に Chrome でブラウジングしていきますが、意外とすぐに立ち上がりましたね。まずは、YouTube を見ていこうと思います。相変わらず、入力が下手だな。Google での検索も、意外と早く表示されたわね。YouTube はやはり重いのか、読み込みに時間がかかってるな。著作権の観点から、ぼかしを入れているけど、サムネが出ていることがお分かりかと思います。まあ、これくらいなら許容範囲だろう。でも、前のアスコンくんよりはサクサクに動いているように感じるよな。アスコンくんに Chrome OS が入れられなかったのは残念よね。次に、自分の動画を再生していきます。当チャンネルで一番伸びているカスタムロム導入の動画を再生してみます。やはり、読み込みに少しもたつきを感じるな。ただ、普通の低スペスマホとかでも YouTube の読み込みは遅いと思うわ。シークバーを動かしてみます。シークバーを動かすくらいなら、普通に使えるようだな。低スペでシークバーを動かすと、結構もたつくイメージがあるけど、これは比較的早く動作していそうだね。1080p、60fps の画質に設定してみました。ああ、これだと結構もたつきがある感じか。そもそもの解像度が低いから、個人的には 720p で十分だと思うわ。全画面表示に切り替えてみます。よくあることだが、やはり全画面切り替えは重い感じか。まあ、軽いブラウジングと動画視聴くらいなら使えそうという感じね。ブラウジングはこのくらいにして、次にゲームの Android アプリを試していきます。今回は、こちらのスイカ作り2048というゲームをインストールしていきます。あからさまな偽物で草。まあ、スイカゲーム自体も実は中国で流行っていたゲームが元ネタらしいわ。アプリストアを見ると類似というか、偽物のスイカゲーム多すぎるよな。本物は有料なので、今回は偽物を使っていきます。低スペ端末あるあるだが、アプリのインストールは結構重いよな。私の普段使ってるスマホなら、すぐに終わるのにね。しかも、今回の端末に至っては容量が 32GB だから、アプリ入れてたらすぐに容量がいっぱいになりそうなのぜ。まあ、Android アプリを使いたい場合は ARM の CPU を積んだ機種を選んだ方が良いと思うわ。まあ、Android 自体は仮想マシンで動いてるらしいしな。こんなに喋ってるのに、まだインストールが終わりませんね。絶望的だなこれは。というわけで、カットしました。それでは早速プレイしていきます。ゲームダッシュボードとかいう機能があるのか。これは、キーボードでタッチ操作をしてくれる機能だった気がするわ。Google プレイゲームのプロフィールを作れという画面になりましたが、今回はキャンセルします。ちなみに、ここから30秒くらいこの黒い画面で動きませんでした。というわけで、カットします。起動にそんなに時間がかかるとは、どれだけポンコツなんだよ。2コアでメモリも 4GB しかないし、カツカツで動いているんだろうね。広告だけは、やっと表示されたな。ようやくゲームが起動しました。それで、このスイカゲームもどきは普通にプレイできるのかね。タッチパネルなので、普通の Android タブレットのように、画面を触るだけでゲームがプレイできます。タッチパネルだと、タッチ操作前提の Android アプリとかの操作性が良くなるから良いな。マウス操作だけだと、操作性は絶望的よね。はい、こんな感じで軽いゲーム自体は問題なくプレイできているようです。まあ、でもこれが音ゲーとか 3D 描写があるゲームになると、カックカクになってそうな予感がするな。フルーツをたくさん落としてみました。これぐらいになると、ちょっとカクつきが出てくる感じか。まあ、多少のカクつきは許してあげましょう。でも、ゲームは無理でも学校で使うような調べ物学習やオフィスとかの用途には問題なく使えそうな感じだな。こういう怪しいゲームあるあるだけど、広告で復活とかいう要素は何なんだろうね。アプリの収入源は主に広告だから仕方ないと思うが、こういう機能は個人的にはいらないと思うのぜ。次に、アンツツベンチマークを測っていきます。Android は仮想環境で動いているだろうから、あまり点数は参考にならないかもな。
ちなみに、暗筒を入れるためにデベロッパーモードを有効にしたりしてかなり面倒でした。大昔のことだが、暗筒は Google プレイから消されたからな。APK を入れるだけならいいんだけど、Chrome OS の場合は簡単には入らなくて面倒でした。ベンチマークは長かったのでカットしました。16万点かよ。空き容量の警告も出ているし、あまり実用的ではないかもしれないわね。せめて30万点は欲しいところなんだぜ。というわけで、次にまとめをしていきます。まず、使った感想としては動作が重くて、常用はしたくないレベルだと感じました。このパソコンは画像のように折りたたむと、タブレットのように使うことができますが、重量自体が重く、タブレットとしては使いたくないレベルだと感じました。また、この端末は、メモリが 4GB しかなくマルチタスクには向いていません。あとは、容量が 32GB しかないことかしらね。まあ、容量は最低 64GB はあって欲しかったな。デメリットはこれくらいにして、次にメリットを説明していきます。一つ目のメリットは、更新期間が長いことかしらね。この端末は、2029年6月までセキュリティアップデートが配信されるので、一応長く使うことはできそうね。まあ、Android 端末だと2年とかでアップデートが打ち切られるが、これは結構長めなんだな。二つ目のメリットは、見る規格準拠で耐久性が高いことかしらね。子供ってすぐ机から落としたりしそうだから、耐久性が高いのは良いよな。三つ目のメリットは、やはり重量が気になるけど、2-in-1なところかしらね。キーボードが取り外せないのは微妙だが、やはりこれは良い点かもな。四つ目のメリットは、ビデオ通話ができる点かしらね。画質とかはあまり良くないが、ウェブカメラとマイクがついているからビデオ通話は普通にできそうな感じだな。五つ目のメリットは、Chrome OS 搭載で起動が早かったりすることかしらね。それ目的なら、最初から Android 端末を買った方が良い気がするが、Android アプリが使えるのも良い点だよな。動作は重くても、簡単な作業をするくらいなら問題なくできそうでよかったわね。いかがでしたでしょうか？一応スペックが低かったり問題点はあるが、普通に学校で使う分には十分な性能がありそうで、良かったと思うのぜ。前回のアスコンより性能低いはずなのに、動作はこっちの方が快適だったりするのよね。まあ、Chrome OS はやっぱり軽量なんだろう。このチャンネルでは、今回のようなガジェットレビューなどの動画を投稿しています。動画制作は素人なので、アドバイスをいただけたら嬉しいのぜ。何か紹介してほしいもののリクエストがあったら、概要欄にあるフォームにぜひ送ってね。この動画が気に入った方は、高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。